韓国はわずか70年で GDP が5万倍に成長しました。1953年の戦後、1人当たり GDP はたった66ドル。それが2023年では3万5000ドル超えにまで至ったんです。なぜ野原だった国がここまで這い上がってきたのか。僕は韓国に19年住に日本に来てからも韓国の経済を注視しています。数字の裏にある話があるんですよ。理由は5つあると考えていて、政府のリーダーシップ、海外からの援助、工業国会の転換、国際市場の活用、人材投資です。日本の話も数回登場します。ぜひ最後まで聞いてみてください。まず一つ目はですね、政府のリーダーシップです。1953年の戦後、韓国の国家インフラは約45%が破壊され、道路や橋は廃墟同然でした。世界貧困国の一つだったんですよ。そんな韓国の奇跡を語るとき、欠かせないのが政府主導の開発独裁です。政府が夢を描き、国民がその夢を信じて走ったのです。1961年にパク・ジョンヒ大統領が就任すると、まるで巨大な戦闘機のように国家の資源を一気に握って経済を操り始めました。経済企画院を新設し、5カ年計画を連続で実行。工場をどこに建てるか、道路をどこに伸ばすか、どの産業にお金を使うかまで、まさに国家が経営者として細かく指示を出せたのです。具体的な取り組みもドラマチックでした。例えば、迫る運動。農村ごとにセメントの家を建てるとか、トイレを現代式に変える、村の道と橋を整備するという目標を掲げました。農民をみんなで競わせる仕組みにしたのです。また、輸出1億ドル達成の日などを国民行事として会社員から学生まで輸出戦争に巻き込みました。まるでオリンピックの金メダルを狙うように国全体が同じゴールに向いたのです。韓国の経済成長の示唆点は国民を動かす強烈な物語も政府が一緒に政府できたと評価されています。二つ目の話はですね、海外からの援助です。韓国は戦後、技術の夢はあっても、それを実現するお金も能力もありませんでした。工場を建てる設計図はあっても鉄がないとか、発電所を作りたいのにタービンを動かす技術者がいない。そんな構想だけの国だったんです。だからこそ政府は海外から資金をもらい、その資金を技術を育てるために使いました。例えば1960年代にまずアメリカから30億ドル程度のお金を支援してもらいました。小麦とかトウモロコシを輸入して国民のお腹をいっぱいにさせると同時にそこで余ったお金を工業化へ回しました。次に日本との国交正常化で10億ドル程度を支援してもらいました。ここで得られた経済協力金は単なる補助金ではなく未来の技術投資資金として使われました。ポスコの建設試験、重工業の育成資金、当時の韓国では夢物語だった事業が日本の技術移転とか円、そしてアメリカのドルの支援を受けて現実になっていきました。さらにベトナム戦争へ韓国は国の軍事を送って、そこからも10億ドル程度支援をもらったと言われています。若い兵士が命を懸けた代わりにアメリカから軍事、経済援助が流れ込んだのです。その資金で道路を引いてダムを作って工業団地を整えたんですね。まるで荒れた旗に水を引くように外からの資金が国全体を回していました。重要なのはこれらの援助は単なる消費に使わず技術を育てるための土台作りに振り向けたことです。高速道路とか半岸の大橋とかダムを作るんだったりとか、これらの兄弟インフラは当時の韓国人に我々もここまで作ることができるんだ。我々もこれを利用して新しい産業に行くことができるんだという自信を植え付けました。3番目の話はですね、工業国家への転換です。1970年代になってから韓国は次のステージへと踏み出します。繊維とか雑貨の輸出だけでは国を豊かにすることができない。政府はそこで鉄鋼とか造船とか石油化学とか電子といった重化学工業の世界地図に自分たちの名を刻むという壮大な構想を打ち出しました。しかし当時の韓国には資金も技術も足りない。そこで政府は財閥という巨大な船に国の夢を託します。サムスン、ヒュンダイ、デウ、LG、まだ若い企業たちに君は造船頑張ってとか、君は鉄鋼頑張ってとか、君は電子頑張ってみたいな担当を割り振って国策銀行から兄弟融資や事業権を与えました。企業は国家からの信任状を握りしめて
まるで選ばれし挑戦者としてリスクを背負って走り出したのです。例えば、ポスコ・ポハンという場所の海岸にゼロから巨大な鉄工所を作り上げました。当時、日本の新日鉄が技術を、海外の国から資金を援助してもらいました。ヒュンダイ重工業はまだ船を作ったことがないのに世界最大の造船所を作ると舵を切りました。当時、イギリスと日本などの先進国から勉強し続けた結果、数年後、数十年後には韓国製の巨大な船が世界の海を走り出しています。この時期の韓国はできるかどうかではなく、やるかどうかで動いていました。国家と一体化し、資金を動かし、人材を育て、産業を丸ごと作り上げる強大なエンジンだったのですね。そのエンジンが回り出した瞬間、韓国経済は成長軌道に乗りました。4番目の話はですね、国際市場の活用です。1990年代以降の韓国の成長を決定づけたのは外へ売る覚悟でした。国内市場は小さく、天然資源も文化資源も観光資源もあんまりない。ならば自分たちの武器は人と技術しかないと。政府は早くから輸出を国の最優先目標に掲げ、企業に世界と戦えとチャレンジさせました。大昔、服とか靴とか雑貨とかだったんですけれども、そこからどんどん半導体とか自動車みたいに段階を上げていきます。1980年代、サムスンは半導体の DRAM 開発に全社をかけました。そして21世紀に入ると世界トップシェアになっています。サムスンはそこにとどまらず、スマートフォンとかディスプレイにも命をかけ、Android では Galaxy がトップシェアを走っています。同じ時期、ヒュンダイ自動車は小型車をアメリカに持ち込み、当時は安いだけと笑わげながらも改良を重ね、今では世界販売台数でトヨタの半分以上まで追いついてきました。LG は家電からバッテリー事業にシフトして、今はテスラにバッテリーを納品しています。内向きではなく常に外を見る戦略こそが韓国の経済を大きく躍進させたエンジンだったのですね。そして5つ目の話はですね、人材への投資です。韓国社会は昔から教育こそ唯一の出世切符と信じられてきました。資源も土地もない国で頼れるのは頭脳と努力だけ。だからこそ家庭は生活費を削ってでも子供の学費に投げて、受験は家族総動員の戦争と呼ばれるほどです。数字がその熱を物語ります。1990年代には大学進学率30%台でした。しかし20年後にはそれが80%近くに達しています。そして統計庁によると2023年に塾や予備校に通う学生は79%と言われています。教育費は第二の税金と揶揄されるほどですね。この成功への執念がやがて産業の躍進を可能にしました。稼げる理系に優秀な人材が集まり、サムスンやヒュンダイは人材を大量採用します。海外大生のスカウトも続きました。韓国の経済成長の最大の燃料は教育です。誰もが学歴こそ人生のパスポートと信じて机に向かい、その努力が頭脳を要する技術産業につながり、半導体、スマホ、バッテリー、自動車といった高付加価値産業を生み出しました。ここまで聞いて、もしかしたら韓国の良いことばかり言っているんじゃないかと、そう思った方もいるかもしれません。はい、その通りです。今日お話ししたのは、韓国の経済成長を支えた光の部分です。でも実は、韓国は今、経済成長だけでなく、社会問題も振り返る時期に来ています。例えば教育。先ほど教育は唯一の出世切符と話しましたよね。それと同時に受験戦争という地獄も生み出しました。大学入試の当日には飛行機の離陸、着陸が止まり、警察車両が受験生を送ります。そんな国、世界でも韓国だけです。夢への切符が命を削る刀にもなっているのです。さらに GDP は成長しても生活が必ずしも楽になるとは言えません。ソウルで家を買おうとすれば1億円を軽く超えるアパートが当たり前です。いくら高学歴を積んでも就職できず非正規で苦しむ若者も増えています。華やかな輸出大国の裏で社会の歪みが国民を追いかけています。次の動画ではその韓国の闇、教育地獄とか不動産バブルとか格差とか少子化などについて話していきたいと思います。ぜひ続けて見ていただけると嬉しいです。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。以上、パックンでした。アンニョン。